原曲がアコギで演奏されてたりとか、あと弾き語りバージョンであるっていう場合は、その本家の弾き方をそのまま真似すれば全然問題なくカバーすることはできるんですが、問題は原曲がバンドで演奏されてたりとか、打ち込みで作られたような電子音楽とか、そういうのをどうやってアコギで表現したらいいのかっていうことですよね。弾き語り初心者の方が最初に覚えるストロークパターンみたいなのがいくつかありますよね。私も最初に覚えたんですけれども、例えばこんなのとか、こんなのとか、こんなのとか、こういう代表的なストロークってのはいろんな曲で使い回すことができて非常に便利万能なストロークなんですけれども、もっと弾き方を自分でアレンジしてみたいとか原曲のノリに近づけたいっていう方のために、ストロークをどうやって考えていけばいいのかっていうことをお話ししようと思います。で、ストロークを考えるにあたっていくつか重要なキーワードがございます。拍子、リズムパターン、アクセント、音階ですね。拍子っていうのはその曲のリズムの一番根本的な部分ですね。楽譜とかによく載ってる何分の何みたいなのがそれに該当します。で、その何分の何っていうのがどういう意味なのかというと、何の音符が1小節に何個あるという意味です。ポピュラー音楽で一番馴染みがあるのは4分の4なんじゃないかと思ってますが、4分の4だったら四分音符が1小節に4つ入るっていうことですね。こう例えば、式を振ったとしてワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーっていうこの四分音符が4つある。1、2、3、4っていうのが4分の4です。他に4分の3だったら1、2、3、1、2、3みたいな感じで1小節に四分音符が3つ入ります。よく言う3拍子っていうのがこれですね。8分の6だったら8分音符が1小節に6個入ります。なので1234561、23456みたいなリズムになります。この拍子に対する認識がずれると、その曲を弾こうとするときに全く違うリズムになってしまうということがあるので注意してください。拍子の違いがピンとこないという方のために、試しにスキマスイッチさんの雫という曲で、拍子が違ったらどうなるのかっていうのをやってみようと思います。背中にあった翼は君と共になくした。背中にあった翼は君と共になくした。背中にあった翼は君と共になくした。それぞれの拍子で受け取る印象って全然違うと思うので、そこは間違えないように気をつけましょう。リズムパターンは主に8ビートと16ビートに分けられます。さっき喋った4分の4拍子では四分音符が1小節に4個あるんですけれども、その一拍一拍をさらに2分割していきます。すると 4×2 で8個音符があることになりますよね。ギターに置き換えると1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じで、このダウンストロークで四分音符を刻む感じで、このダウンストロークをやり直そうとすると、手を一回上に持ってきて戻して戻してって弾くじゃないですか。その間にアップストロークを入れるとすると、1往復するたびに音符が2個入ってると思います。なので1234567812345これが8ビートの基本的な考え方です。四分音符が4つあるのを、それぞれ2つに分けると8ビートになるんですけれども、1拍を4つずつにすると4444で、16拍音があることになりますよね。あるいは8ビートで音が8個あるって言ったのをそれぞれ2分割して音が16個になるっていう解釈でもいいです。またギターで置き換えると、8ビートをダウンストロークだけでやると1234567812345ってなって、
そこにさらにアップストロークを入れます。すると1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じで1、2、3、4っていう感じで音が4つずつ入ってますよね。これが16ビートです。で、冒頭でちょっと私が弾いたこの代表的なストロークで、皆さんこのストロークを覚える際に1回目まずダウンストロークやって、で空振りやって、ダウンアップアップダウンアップみたいな感じに覚えた方もいるかもしれませんが、私はどっちかっていうと引き算でストロークを作りますね。8ビートストロークは1小節に音が8個あるストロークだよっていう話をしました。で、このタッ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 タっていうやつからどこを弾くかっていうのでストロークいろんなパターンが作れるようになります。例えば、2拍目を外すと1、2、3、4、5、6、7、8こんな感じのストロークができます。さらにここから5拍目を弾けば1、2、3、4、5、6、7、8、1っていう感じで冒頭で説明したストロークパターンも作れます。この何番目の音を弾くかっていう理屈でいくとすごい数のストロークパターンが作れそうですよね。8ビートと16ビートの違いを試しにこれも高根の花子さんのサビのコード進行で説明してみようと思います。16ビートの方が音数があってめっちゃ忙しい感じがしますよね。もともとテンポが速い曲だと16ビートってすごい速くなっちゃうので入れづらいんですけれども、非常に疾走感が生まれるリズムだっていうことはご理解いただけたんじゃないかなと思います。で、このリズムパターンっていうのはどうやって考えるかって言ったら、基本的に原曲のドラムを聴いて考えます。次にアクセントの話をします。これが初心者から中級者に上がる上で非常に重要な概念ですね。どのタイミングで弦を鳴らすのかっていうのはさっきのリズムパターンの話なんですけれども、アクセントではどのタイミングで強く弦を弾くかっていうことを考えていきます。試しにこのリズムパターンを2通りのアクセントで弾いてみようと思います。どのタイミングで弦を弾いてるかっていうタイミングは今演奏した2通りで全く同じなんですけれども、どこを強くするかっていうのを変えるだけでこんなに印象が変わります。で、この考え方を実際に曲を演奏する際に活かしていただきたいんですけれども、曲のノリにもいくつか種類があって、4分の4拍子で1、2、3、4、1、2、3、4っていう曲の中でも2拍目4拍目にアクセントがついてるものと1234拍目のそれぞれの拍の裏拍がアクセントになってるっていう2種類のノリが存在するんですね。これは皆さんがその曲を聴いていてどのタイミングで手拍子を入れたくなるかっていうのを考えると分かりやすいかなと思います。2拍目4拍目がアクセントになってる曲だったら1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じのノリで、それぞれ1、2、3、4拍目の裏がアクセントになってる曲だったら1、2、3、4、1、2、3、4っていう結構イケイケのノリノリのテンポが速い曲とかによくあるやつですね。これも具体例があると分かりやすいと思うので、
バンプ・オブ・チキンの車輪の歌でそれぞれのノリでやるとどうなるのかっていうのをやってみたいと思います。こうやってアクセントの位置を変えるとワン、ツー、スリー、フォーっていうのとワン、ツー、スリー、フォーっていうので全然生まれるスピード感とかが変わるのがわかるかなと思います。なので自分でストロークをアレンジして考えていく際には何拍目でその曲のスピード感とかノリが生まれてるのかっていうことを意識して聞き取ってそれをストロークの中に取り入れるっていうのをやるように意識してみてください。あとアクセントをストロークに取り入れる際にもう一つ意識してほしいことがあって、それはそのアクセントをダウンストロークでやるっていうことですね。なぜかっていうとダウンストロークの方がアップストロークよりもパワーが生まれやすいからです。私がよくやってるやり方としてダウンストロークの際にこの6弦が指板に当たる音、このベチっていう音が鳴るじゃないですか。これを一緒に鳴らすことによってめちゃくちゃアクセントがはっきりつくっていうメリットがあります。下から上に振り上げるっていうのはなかなかその力強さを出せないんですよ。オーケストラとかでもバイオリンとかビオラとか弦楽器隊がいると思うんですけれども、アクセントがついてるところを弾くときは基本的に上から下に振り下ろすように弾くと思います。最後に重要な概念として音価の話をしていきたいと思います。これは正確に言うと右手だけじゃなくて左手の動きも含まれてくるんですけれども、音の長さをどうするかっていう話ですね。今まで右手でリズムを作っていくっていう話をしてきたんですけれども、実際曲を弾く際にはこういうパーカッション的な音と一緒に左手でコードを押さえながら弾くと思います。でこのコードを弾く際にこの音の長さをどうするかっていうのでまたさらに印象が変わってきます。今右手の動きは全く変えずに左手でコードを押さえたり力を抜いたりして音の長さをコントロールしてました。この左手をうまく活かしてコードの音階を作って、で右手ではリズムパターンを作るっていう風にやって、そのコードの長さとリズムパターンを組み合わせて一つストロークが出来上がるっていう感じですね。この考え方を応用していけばどんな曲でも自分でストロークを考えれるようになりますので、ぜひ実践して覚えてみてください。今まで解説してきた4つの考え方をうまく活かして米津玄師のフラミンゴのストロークを考えてみようと思います。コード進行としては a マイナーセブンス、b セブンス、e マイナー、g っていう4つのコードしか出てこないんですが、これをどうやって弾いていくかっていうことですね。じゃあ試しに何も考えずに8ビートの代表的なストロークパターンで弾いてみましょう。これだと全然原曲の雰囲気が再現できていませんよね。じゃあ実際にどのタイミングで音が鳴っているのかっていうことを考えてみましょう。最初イントロの部分で聞こえてくる楽器で印象的なのがベースとドラムだと思うんですけれども、この2つの楽器の音がどのタイミングで鳴ってるかっていうことですね。まずベースがこんな感じのリズムです。ベベベベベで次にドラムを聴くとでで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 っていう感じでワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーっていう感じで鳴ってるので、この曲の場合は2拍目、4拍目にアクセント、スネアドラムが来る曲だっていうことが分かります。でこのベースとドラムの音の鳴ってるタイミングを2つ合わせるとこんな感じのリズムとアクセントになると思います。あとこれをギターに置き換えるだけですね。
それからベースの音化ですね。ベースの音の長さがどうなってるかっていうと、こんな感じの音の長さになってます。これは、左手と右手をうまく使ってミュートをしていくっていう感じですね。さらに私の場合はミュートとアクセントをつけるのを兼ねて、右手でチャっていう音を取り入れていきます。最終的に出来上がるのがこんな感じのストロークパターンです。いかがでしょう。だいぶ原曲のノリに近づいたと思いませんか？この右手でリズムをやって左手でコードの長さを制御してっていうのがなかなか最初は難しいと思うんですけれども、できるように頑張ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。